日は低糖質のチョコレートプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、低糖質のチョコレートプリンを作っていきたいと思います。今回低糖質なんですけれども、さらにですね、加熱せずにゼラチンで固めるプリンを作っていきたいと思います。さらに今回のプリンはですね、卵黄のみを使うんですが、余った卵白を使ったメレンゲクッキーレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリンの材料をご紹介します。材料はこちらです。無調整豆乳、ココアパウダー、卵黄、ラカント S、粉ゼラチン、お水、こちらの6つの材料で作っていきます。まずですね、今回は豆乳を使って作っていきます。こちらは牛乳またはアーモンドミルクなどで代用していただいても OK です。お好みのものを使用してください。そしてココアパウダーですね。こちらは必ず純ココアパウダーを使うようにしてください。そして今回プリンということで卵黄を2つ入れていきます。そうすることでとてもコクのある美味しいプリンに仕上がります。そして糖類ですね。今回は低糖質ということでラカント S を使っていきます。こちらは低糖質などを気にしない場合はお好みの糖類を使って作ってみてください。それでは続いて余った卵白で作るメレンゲクッキーの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵白、ラカント S、レモン汁、こちらの3つの材料で作っていきます。糖類はですね、こちらプリンと同様にラカント S を使っていきますが、こちらもですね、お好みの糖類で作っていただいて OK です。今回のね、メレンゲクッキーは卵白1個分で作っていきます。グラムで言うと 40g になります。もし2個分の卵白で作る場合は、ラカント S は倍量にしてください。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにこちらの粉ゼラチンをふやかしておきます。ゼラチンはふやかしておかないとつぶつぶが残る場合があるので、必ず一番初めにふやかしてください。まず粉ゼラチンですね。そしてここにお水を入れます。水を加えたらですね、よく混ぜましょう。少しもったりするぐらいまでしっかり混ぜてください。はい、今ねちょうど30秒ぐらい混ぜました。そうするとね、このようにちょっととろみがついてきます。このぐらいになれば OK です。ゼラチンは使うまでこのまま置いておいてください。それではね、プリン生地を作っていきます。この後ですね、お鍋で温めるんですが、お鍋の中で混ぜてしまうとお鍋がね傷ついてしまいますので、今回ボウルで混ぜてからお鍋の中に移し替えていきます。もしシリコン製のねお鍋が傷つかないような泡立て器を持っている場合は、そのままお鍋で作業していただいても大丈夫です。では作っていきます。まず最初に卵黄ですね、こちらを加えて溶きほぐしてください。そしたら続いてラカント S を加えます。こちら加えたら手早く混ぜてください。ラカント S を加えて放置してしまうと卵黄のつぶつぶが残ってしまう時があるので、加えたら手早く混ぜるようにしてください。このようにちょっともったりしてくれば OK です。だいたい30秒ぐらい混ぜてみてください。この時ね、まだつぶつぶが残ってても大丈夫です。続いてここに豆乳を1/3分の1ほど加えます。そしてよく混ぜましょう。そうしましたら続いてここにココアパウダーをふるって加えます。豆乳をね全部加えてから入れるとちょっとダマになりやすいので、1/3分の1加えてからまずココアパウダーをふるって加えてください。はい、そしてよく混ぜます。ココアパウダーはね温めるとダマがなくなってくるので、今の段階でちょっとダマダマになっちゃっても大丈夫です。ただ今の段階でねよく混ぜていただくと温めた時もねダマになりにくいので、きちんとねこの段階で混ぜてみてください。はい、でこのようにきれいに混ざれば OK です。そしたら続いて豆乳をまた1/3分の1ほど加えてください。そしてよく混ぜます。豆乳はね3回に分けて入れていただくといいかなと思います。そしてまた加えます。これでよく混ぜましょう。はい、これでよく混ぜれば OK です。そしたらねこちら今からお鍋で温めていくので、鍋に移し替えてください。深めのフライパンなどでも OK です。それでは温めていきます。
コンロの上に置いて火にかけましょう。火加減は中火です。よく混ぜながら沸騰直前まで加熱してください。沸騰させてしまうと塊ができたり、あとは膜が張ってしまう時があるので、沸騰させないようにだけね注意してください。こうやってね生地を温めることで卵黄にも火入れすることができて、かつですねゼラチンもきれいに溶かすことができます。加熱ムラがないようにこのようにきちんと混ぜながら加熱してください。このねプリンの甘さに関してなんですが、こちらはね一度味見していただいてお好みで調整していただいて OK です。今回ちょっと甘さ控えめぐらいの仕上がりにしてます。はい、今ね鍋肌がふつふつしてきたので火を止めます。そして火を止めたらこちらふやかしておいたゼラチンを入れていきます。先ほどはとろみがついてたんですが、ふやかすとねこのようにちょっとゼリー状みたいになります。そしたらこちらを入れましょう。そしてゼラチンをきれいに溶かしてください。はい、これでゼラチンの塊がなくなれば OK です。そしたら火から下ろします。そしたらですね、容器に入れる前にプリン生地を一度こしてください。そうするとね、とても滑らかな仕上がりになります。それではこしていきます。はい、OK です。ではね、容器を用意してください。この中に流し入れていきます。はい、OK です。今回はね、150ml の容器4個分になります。それではですね、こちらまだ生地が温かい状態なので、一旦常温でしっかり冷ましてから、その後冷蔵庫で3時間から5時間ほどですね、しっかり冷やし固めてください。それではですね、プリンを冷やしている間にメレンゲクッキーを作っていきたいと思います。メレンゲクッキーを作り始める前にオーブンを100度に予熱し始めてください。そしたらですね、まず卵白を泡立てていきます。こちらの卵白は冷蔵庫で冷やしていただくと泡立ちが良くなるので、使うまで冷蔵庫でね、冷やしておいてください。そしたらボウルの中に入れます。この時ね、ボウルに水分とか油分がついてたりすると泡立ちにくくなってしまいますので、必ずチェックしてから入れてください。そしたらまず何も入れない状態でハンドミキサーの高速で30秒泡立ててください。はい、30秒泡立てました。そうするとね、このようにちょっと粗めの泡が立ちます。そしたらここにまずね、ラカント S を半分加えてください。そしてハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、30秒泡立てました。そしたらまたラカント S を加えて、同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。このようにね、ピンと角が立てば OK です。そしたらですね、一度ね、生地を取っていただいて、ちょっと指で触ってみてください。この時にまだね、つぶつぶが残ってる時は、もう少しね、泡立ててください。はい、さらにね1分泡立てました。もう一度触っていただいて、先ほどよりもねラカントが溶けてれば OK です。ラカントはですね、普通のお砂糖よりもねかなり溶けにくいので、だいたい8割ぐらいまでね今の段階で溶けてれば OK です。そしたら最後仕上げにレモン汁を入れます。そして今度はハンドミキサーの低速で1分泡立てます。はい、OK です。最後ね、低速で仕上げていただくことで、このようにきめの細かい仕上がりになります。そうしましたらこちらを絞り袋に入れていきます。それでは絞り袋を用意してください。口金に関してはお好みのものを使用してください。これをね、ちょっと縦長の容器にセットします。そしてこの中にメレンゲを入れてください。はい、このように生地をセットします。そうしましたら続いてこちらオーブンの天板にクッキングシートを敷いてください。そしてここに絞ります。絞り方はね、お好みの絞り方で OK です。
はい、OK です。このように絞りました。今の段階でね、45個分絞れてます。これであと半分ぐらい残ってるので、この倍ぐらいはできると思います。こちらの個数はね、絞る大きさによって変わってくるので、目安にしてみてください。それではですね、こちらを100度のオーブンで60分じっくり焼いていきます。はい、メレンゲクッキーが焼き上がりました。表面がね、しっかり乾燥してれば OK です。もしね、乾燥が足りない場合は追加でね、もう少し焼いてみてください。それではこのまま粗熱を取ります。はい、プリンが冷やし固まりました。それでは型から外したいと思います。こんな感じでね、しっかり固まってます。では外していきたいと思います。まずですね、細めのナイフで周りをなぞっていきます。ではいきます。よいしょ。そしたら続いてですね、バットなどに熱湯を注いでください。そして底の部分をほんのちょっと温めます。温めすぎは注意してください。5秒から10秒ぐらいですね、温めてください。そしたらお皿をかぶせて裏返して上下に揺すります。今プリンが落ちました。そしたら型を外します。じゃじゃーん。このようにプルプルで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これで低糖質チョコレートプリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はですね、こちら分量外ですが、上に生クリームとあとはココアパウダーをかけてます。こちらは分量外なのでお好みでやってみてください。はい、このようにね、とても滑らかでさらにむっちり食感で美味しそうに仕上がってます。そしてこちらが余ったメレンゲで作ったメレンゲクッキーです。こちらもね、ぜひ合わせて作ってみてください。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうね、すっごく濃厚です。ではメレンゲクッキーもいただきたいと思います。いただきます。もう口に入れた瞬間に溶けてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートプリンのポイントです。まずゼラチンに関しましては、こちらは必ずふやかしてから使うようにしてください。なのでプリン生地を作る前に一番初めにね、水でふやかすようにしてください。そしてココアパウダーを入れるタイミングなんですが、まず豆乳を1/3分の1ほど入れてよく混ぜて、その後豆乳を全て入れる前に加えてよく混ぜてください。そうすることでココアパウダーがダマになりにくくなります。そして生地が全部出来上がったら一度お鍋で沸騰直前まで加熱してください。そうすることで卵にもね、火入れすることができます。かつですね、生地を温めていただくことでゼラチンをきれいに溶かすことができます。沸騰させてしまうと固まってしまう部分が出てくる場合がありますので、沸騰させないようにだけ注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、ふやかしておいたゼラチンを加えてきちんと溶かしてください。あとはですね、容器の中に入れて冷やし固めるだけなのですごく簡単です。そして取り出す時なんですけれども、まず周りを剥がして底の部分を軽く温めてみてください。あとはお皿をかぶせて逆さまにして上下に振っていただくと取れると思います。もしそれでも取れない場合は側面部分も少し温めてみてください。そして今回余った卵白でメレンゲクッキーも作りました。こちらもですね、混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。他にもね、私のチャンネルでは卵白を使ったアレンジレシピをご紹介してますので、ぜひそちらのレシピを参考に活用してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は低糖質のチョコレートプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。